合わせていくというか、じゃあこういうのいいんじゃないですかっていう最適な提案をするためにはやっぱりこう誠実であることっていうか、自分の知ってることをお伝えするっていうことが大事かなと思ってるんですけどね。(134년) 한 가게가 같은 자리를 지킨다는 건 단순히 오래된 게 아닙니다. 그 세월만큼의 선택이 있었고 그 선택마다 시대가 있었습니다.株式会社千田の千田祐介と申します。弊社は1892年に創業してます。今年で134年目になっておりまして、明治25年っていう、日本の暦でいうとそういうタイミングに創業しておるんですけれども、今でいうと調理道具、厨房機器、食器とこの3つのジャンルでやっておるんですが、当時はもうちょっと荒物屋というか、普通に調理道具もそうですけれども、桶とか、少し掃き掃除する時のそういうものとか、もうちょっと日用品寄りのところからスタートしたというふうには聞いております。当時明治25年っていうタイミングは日本が鎖国から江戸幕府が終わって、そして明治政府になって、でそれで西洋の文化がどんどん入ってくる時代でして、ちょうどその時に洋食文化が入ってきて、その洋食文化に対応する形でカトラリー、スプーンとかフォーク、こういったものを、販売したのがすごくヒットしたと聞いております。메이지 시대 일본이 처음 서양을 받아들이던 날, 이 가게는 스푼과 포크를 팔기 시작했습니다. 그 작은 선택 하나가 이 산정가의 시작이었을지 모릅니다. 道具屋筋というここ、キッチンストリートになるんですけど、ここの中では一番古くというふうに聞いておりまして、会社から独立された方とか、あとは親戚で家で商売を続けてきたので、じゃあその親戚の人らを呼んできて、で道具屋筋で商売しやっていう話でいろんな人が集まってるんで、親戚とかうちから独立したところでいうと、ここら辺に5、6軒ぐらい実はありまして、今でも商店街としてもまとまりもありますし、親戚の付き合いとしてもあったりはします。ある意味道具屋筋の歴史とともに会社がトップで歩んでいて、ありがとうございます。縄張りのボスですね。いや、ありがとうございます。구역의 보스, 틀린 말이 아닙니다. 이 골목에서 134년이면 그럴 자격이 있습니다.カトラリっていう言葉があんまり馴染みがないんですけど、スプーンとかフォークのことですか？そうです。スプーンとかフォークのことです。業界用語ですかね？かもしれませんね。ちょっとそこまで考えたことなかったんですけど、ちなみに新潟が実はうちも仕入れ先が多くてですね、新潟の燕三条っていうエリアがあるんですけれども、そこは金属加工の聖地でして、そこがカトラリーをよく作ってたんですよ。なので向こうで洋食器って言ったら何て言うんですか、お皿とかのことを思うんですけど、じゃなくて金属のスプーンとかフォークのことを洋食器って言うんですよ。向こうの食器といえば、器と思うけども、向こうは食器といえば持つものやと。そうなんですよ。呼び方って結構調理道具ってエリアとか時代とかやってはるお店のジャンルによって調理道具の呼ばれ方って少し微妙にテイストが違うんですね。だからそういうことが結構あるので、同じことをいろんな言葉で言う表現するっていうことが割とありまして、それも面白かったりちょっと逆に分かりにくかったりするポイントなのかなとは思います。
말 하나에도 역사가 담깁니다. 그렇다면 이 골목 자체는 어떤 역사를 품고 있을까요? 昔からやっぱりその道具屋筋ということでいろんな方々に知ってもらえるようになったんで、もともとは道具屋筋も道具ばっかりじゃなかったんです。手前どもがその一番最初に創業したタイミングっていうのはもともと千日前道具屋筋商店街という名前なんですけれども、千日前っていうのはここからですねちょうど北の方に2つのお寺があったらしいんです。その法然寺っていうところと竹林寺っていうところ、2つお寺がとにかくあって、そこで念仏を唱えてって毎日のように聞くから千日念仏で、千日の念仏が聞こえる前やから千日前っていうゆえんなんですけど、そこのお寺と、あと南に行くと今宮恵比寿っていう神社がありまして、その今宮恵比寿、あとは、ここからですねもうちょっと東側に行くとですねお大師さんっていう天王寺っていうお寺があって、この3つのところにあった参道一部が今の道具屋筋の原型の場所なんです。もともとは参道なんですね。でだからいろんなお店屋さんがあったって聞いてます。おそらくですけどここからは推察ですけど、お寺とか神社とかお祭りとかする時にお餅をついたりであるとか、あと出店ですね、だからたこ焼きとか焼きそばとかの出店をやる時にそういう調理道具を買いに来るお客さんが多くなったんじゃないかっていう話で、それで徐々に都市部が飲食店が増えていったりとかホテルが増えていく中で調理道具屋さんがここにどんどん集まってきたっていう流れだと聞いてます。だから最初からじゃないんですよ。実はキッチンって本当に一社でできないんですね。ガス器屋さんはガス器屋さんですし、冷蔵庫は冷蔵庫屋さん、包丁は包丁屋さんだしっていういろんな全国各地のいろんな職人さんのものをまず一箇所に集める。でそこからまたいろんなエリアに、流通するというそういう役割があったと聞いてます。だからキッチンストリートとか、あと東京でいうとかっぱ橋があるのはそういうふうなことで、先ほど出た新潟のカトラリーそのスプーンフォークを作ってる会社さんが今みたいにネットが普及してるわけではございませんので、じゃあどこに販売していこうってなった時には、じゃあ大都市のその集中している場所に物をそこに卸して、でそこから関西であれば大阪に卸して、大阪からそこの業者さんが中国地方とか四国地方とか九州地方に卸してってくれたらいいやんというような考え方で、その問屋街というふうなものができたという認識ですね。사찰 참도에서 시작했을지도 모르는 이 골목. 천하의 부엌을 거쳐 이제는 세계 각지의 사람들이 이 좁은 골목을 걸어옵니다. もともとも販売量ある程度は日本の人にはねしていましたけど、日本の人たちが欲しい包丁と外国人の人たちが欲しい包丁が違うんで。どういうふうに違うんですか？日本人の方はやっぱり使うことが目的なので、その自分に、合った包丁を、探しにいらっしゃって、もちろんデザインもあるんですけれども、どっちかというとほんまに使う目的で来てます。ただ一方外国人の方はもちろん使うことも想定はしてるんですけど、どっちかというとお土産物というようなイメージなので、ビジュアルそうなんですよ、見た目なんですよ。だから僕たち今実は道具屋筋って包丁をそのまま置いてるんですよ。そうですね。手に取れる形で、危ないんですけど、もうこれも昔からこういう文化でやってきて、なぜそうしてるかというと、やっぱり自分の手に合ったもの、そして重さとかバランスとかってそれぞれ包丁が違うので、やっぱ触ってみてもらわないとその人に合った包丁にはならないって思ってるから、やっぱり触りやすいようにしたいなっていう思いで一応監視カメラとかつけてやってるんですけど、今外国人の方々はショーケースの上から見てこれがいい、これくださいって言うんですよ。握らずに、見た目でね。見た目でいいんですけど、本当に自分にとってのいい包丁っていうのはやっぱり握ってもらって実際のリアルを
体験してもらいたいんで、ちょっとそこにはまだギャップがあるかなというふうには思いますけどね。使い続けて自分のものになっていく、そういう感覚っていうのが日本らしさといいますか、包丁ダメになったからすぐ捨てるじゃなくて、自分の包丁マイ包丁だから最後まで研いできれいに使っていこうみたいなところが本当の日本のこの精神性みたいなところがあると思ってるんで、ぜひそれは掴んでみてほしいな、実際に来てやってほしいなと思いますけどね。직접 잡아보지 않아도 예쁘면 충분한 시대. 하지만 샌다상은 말합니다. 진짜 내 칼은 눈이 아니라 손이 먼저 알아본다고. より体験型っていうものを突き詰めたいなと思っておりまして、せっかくリアルな店舗を持っていてリアルな調理道具を所有というか販売しておりますので、それを実際使えてみたりとか、触るだけ以上のところでできるようにするために今キッチンスタジオっていうのを実は企画しておりまして、いいですね。レンタルキッチンという形で一般の方々にも調理道具を触っていただいて実際それで調理してもらえる、黒門市場も近くにありますので、そこで調理していただいて、こんなにいいんだとかこれ微妙だなとかって感じてもらえたら、それが買うきっかけになるかなと思っておりますので。체험하게 하고 싶다는 말 뒤에 샌다상은 잠시 생각하더니 이렇게 말했습니다. 心構えで言うとやっぱり誠実というか、嘘つかないっていうか、その難しい言葉でいろいろ言うのは簡単なんですけど、自分が知ってることを聞かれて、で自分はそう知ってますよって単純に答えることってめっちゃ大事なことやと思ってまして、どうしても売り上げとか利益とかそういうところに走ってしまいがちですけれども、お客さんに合った提案っていうのは話聞いてたら大体分かるもんやと思うんで、この人値段のこと気にしてはるなとか、性能のこととか品質のこと気にしてはるなとか、そういったところに合わせていくというか、じゃあこういうのいいんじゃないですかっていう最適な提案をするためにはやっぱり誠実であることっていうか、自分の知ってることをお伝えするっていうことが大事かなと思ってるんですけどね。結局10年20年になった時に「あの時千田さんちゃんと言ってくれてたよね」って言ってくれるんですよやっぱり。それはめちゃあるなと思ってまして、やっぱりその時だけ良くても「千田さん言ってたこととちゃうやん」ってなったらやっぱ向こうのお客さんって覚えてはるから、でその人もやっぱ長いこと商売してはるから、その時に千田さんって信用あるとこやなのか、だってあんだけ反対してたもんなとか、例えばですけどね、とか逆に言うと僕たちがミスした時にちゃんと、もちろん謝りますし、ちゃんと保証じゃないですけどちゃんとやれるかっていうこともやっぱお客さんも見てはるやろうなと思ってるんで、そういう長いお付き合いできるところと商売したいなと僕らも思いますし、お客さんも思ってくれたら嬉しいなと思ってます。今はでも本当に御用聞きやと思いますけどね。でもその御用聞きを突き詰めてやってきたんだろうなと思ってまして、それがお客さんに認められて今も続いてるのかなと思ってます。(10년) (20년이) 지나도 기억해주는 손님이 있다는 것. 그게 134년을 버텨온 이 가게의 진짜 비밀일지 모릅니다. 그리고 그 문 앞에는 오늘도 다양한 나라에서 온 손님들이 서 있다고 합니다. お客さんの層でいうと本当に業務用の方から一般とか、あとインバウンド外国人観光客の人たちの比率っていうのはめちゃくちゃ増えました。何買っていきます？外国人。包丁とか鉄瓶とか、あとは湯飲みとか茶筅とか、
いろんな、日本らしいものを買っていってくださってますけど、お客さんの多くはですね欧米の方が多くて、やはりその日本の文化みたいなところを楽しんでくださってて、でもちろん韓国の方もいっぱい来ていただいてますし、お気軽に相談いただければというところですね。はい、わかりました。일본 오사카 도구야수지. 누군가의 부엌을 채워온 134년. 오늘도 이 골목은 무언가를 찾는 사람들로 조용히 북적입니다.